不動産屋さんの怪談です。今回のお話は不動産怪談ではありませんが、かなり不可思議な興味深い体験談です。心霊スポットで有名な場所の一つに佐賀県の七津釜というところがあります。その名の通り7つの洞窟が並列している断崖の景勝地ですが、夜は別の顔があり、数多くの心霊現象が報告されているそうです。私の知り合いの人気心霊系 YouTuber さんも七津釜に撮影に行き、体が何かに引っ張られるという怖い現象に遭遇したそうで、かなりの恐怖を感じ、あそこはやばいですと話していました。ただある体験談を聞いてから、私はそれに少し疑問を感じるようになりました。それは現在福岡市にお住まいの仮名ですが、あさみさんからいただいたご本人の体験談で、それはあさみさんが20歳の時のことでした。その夜はあさみさんと5、6人で友人のアパートに集まり、みんなでたわいもない時間を過ごしていました。だんだん夜も更けていくと、男子の一人、仮名ですがひろしさんが、ドライブに行きたくなった、誰か一緒に行くと急に言い出しました。そこであさみさんも退屈だったので、私行きたいと言いました。後の仲間たちはめんどくさいから行かないということで、ひろしさんとあさみさん2人だけで夜のドライブに出かけることになったそうです。時間はすでに深夜11時過ぎでしたが、2人は福岡から佐賀県の七津釜を目指してドライブをすることになりました。七津釜は確かに心霊スポットの面もありますが、有名な観光スポットですから、2人は躊躇なく向かいました。福岡市から2時間はかかるところで、結局七津釜に着いた時は夜中の2時少し前ぐらいになっていました。七津釜は海に面した景勝地ですから、2人は早速防波堤から20メーターぐらい離れた場所に車を止めたそうです。そこは駐車場ではなかったのですが、目の前に海が広がり、停泊しているいくつかの白い釣り船が見えました。深夜の海の夜景が広がり、2人とも気持ちが良かったそうです。あさみさんはほっとして窓を開けながら、やっと着いたねとひろしさんに話しかけました。するとひろしさんが何か言う前に、突然車内から人間の声なのか動物なのか、不思議なくらい低い音でと聞こえました。あさみさんは驚いてすぐひろしさんを見たそうです。すると彼は平然とタバコを吸っていました。あさみさんは何かを聞き間違えたのかなと思い、またさらに窓を広く開けてみたそうです。すると再び同じ低い何かの声のような音が車内に響き渡ったのです。さすがのあさみさんもこれがひろしさんに聞こえないわけがないので、聞いた？今の聞こえた？さっきも同じのが聞こえたよねと言いました。ひろしさんは、ああ、さっきも聞こえたと妙に冷静に答えたそうです。あさみさんは少しパニックになり、窓を全開にして海の方へ目を向けました。周りには声のような音が出せる機会は何一つなく、ひょっとして正面の停泊している釣り船から拡声器の声が聞こえて、それが反響し車の中に響いたのかとも思いました。そこで車の中に懐中電灯がたまたまあったので、それを使って海の方を照らしてみたそうです。もちろん懐中電灯の光が届くわけもなく、あさみさんは見えるわけないかと諦めました。するとそう思った瞬間、突然凄まじい光がバンとあさみさんたち2人に向けられたのです。未だかつて体験したことのない強い光だったため、2人は目を開けていられませんでした。そしてその究極の光は2回放たれて消えていったそうです。さすがに冷静なひろしさんも凍りついたように動かなくなり、あさみさんは騒然となりました。するとあさみさんが先に海の上に浮かんでいる
奇妙な形のものに気がつきました。離れていたので定かではありませんが、水面から2、3メーターは浮いているように見えました。それは人間のような形でしたが、手足、頭、胴体のバランスが極めておかしかったそうです。頭が異様に大きく、胴体は細くて、体に対してありえない長い手足を持ち、体の表面は乳白色でねっとりとして海面の上でゆらゆらと動いていたのです。浅見さんは自分の目を疑い、あれ何と驚愕して叫びました。ひろしさんもなんだあれとパニックになり叫んだそうです。どうやら二人とも同じものが見えていたようでした。そして次の瞬間です。海面から急に銀色をした丸い物体が現れました。それは浅見さんたちの位置から見て幅1メーターぐらいの物体に見えましたが、おそらく実際はもっと大きいと考えられます。そしてその物体は浅見さんたちめがけて進路を鋭角に動きながら飛んできたのです。それは地球上のどの飛行物体もこんな動きはできないというような素早さと角度でした。何が起きているのかわけが分からず、浅見さんは反響欄で「車出して!」と叫びました。ひろしさんはそれを聞くまでもなく慌てて車を発車させました。二人は混乱しながらも自分たちに究極の危険が迫っていることだけは分かりました。恐怖が頂点だった浅見さんは車の助手席の下に潜り込んだそうです。すると進行方向の後ろ向きになっている浅見さんからは車の後方が見えたのですが、銀色の物体が空中で四角形を描くように鋭角に動きながらこちらを追いかけてくるのが分かりました。浅見さんは「早く走って!」と言いましたが、その時ひろしさんはなぜか急に鏡山という山を登り始めたそうです。それと同時に突然パッと車内の窓ガラスが全部真っ白になり、前が見えなくなりました。浅見さんは何も見えないこのままでは事故ると思い、すぐ「ダメ、山を登ったらダメ、降りて帰って!」そう叫んだそうです。すると浅見さんは「あれ?」となりました。気がつくと友人のアパートに戻って布団をかぶって震えていたのです。最後に叫んだところまでは覚えていましたが、その後は全く記憶がなく、いつの間に戻ってきたのと狐につままれたように頭は混乱していました。どこをどう帰ったのか、途中ひろしさんと何を話したかも全く記憶がありませんでした。よく地球外生命体に記憶を消されると言いますが、今でも浅見さんはどうしても思い出すことができないそうです。ところがひろしさんはアパートに戻ると他の友人たちに何があったか事細かく話していたようで、記憶は残っていました。浅見さんはそれを聞いて、自分たちが見たものは夢や幻ではなく本当だったのだと思ったそうです。ひろしさんはみんなに自分と浅見さんの体験を信じてもらいたかったようで、明日またみんなで行こうと言って無理やり友人たちを七つ釜に連れて行こうとしました。そこで次の日に浅見さん以外の他のみんなを連れてひろしさんはその七つ釜の防波堤に行ったそうです。ところが現地では何か起きていたのか、物々しくパトカーが出ていて、君たち今夜は危ないから帰るようにと言われてしまい、何もせずに戻ってきたということでした。さて浅見さんはあの日から左足首に丸い点が現れたそうです。それが何なのか分からず、まさか何か埋め込まれたのではと半信半疑でいるそうです。浅見さんは記憶が消えている時間があり、ひろしさんは覚えていたと言いましたが、彼は浅見さんより覚えていただけで、彼も浅見さんの消えた記憶とかぶって覚えていないところがあるかもしれません。ところでこの体験談は数十年前に UFO 研究家で有名な八尾純一氏に情報提供し、複数で体験していることなどあらゆる角度から検証され、
事実と認定されているそうです。UFO 研究者の間では、唐津の七ツ釜には UFO 基地があり、浅見さんたちが遭遇したものはグレーというタイプの地球外生命体で、銀色の丸い物体は探査用の UFO だったのではないかということでした。心霊スポットの七ツ釜で起こる怪異はそういうわけで、ひょっとして全てではなくても多くが地球外生命体のなす現象と関係あるのではと私は考えるようになりました。さて、信じるか信じないかはという話かもしれませんが、あとは皆さんのご判断にお任せします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。